配信と動画どっちがいいっていうのそろそろ終わらせてほしくない？どうも、飲み屋でスカウトされてバーチャル YouTuber になりました VTuber 講師ディスコテンメテオです。配信とか生放送と動画、2022年の今現在ぶっちゃけどっちが稼げるの？どっちが伸びるの？それぞれのビジネスモデルとかも例に挙げてきっちりお話ししていきます。この動画を最後まで見ると、生放送と動画どっちがいいのかとか、安定的な収入を得るために、伸びるためにどうすればいいのかみたいな話を自分で目標のために選択することができます。今回の内容も1の動画を見てとあることを決めて、4と5を見て自分の方向性をさらに絞って、6で実践をスタートさせてからだとより分かりやすいかもしれない。楽しみてないって方はこの動画の後でもいいのでチェックしてみてください。今後も VTuber 動画シリーズを毎週土曜日18時に上げていきますので、今すぐチャンネル登録、高評価ボタン、できれば Twitter のフォローまでしてご視聴ください。質問とか感想は動画のコメントで気軽に書き込んでください。生放送 VS 動画。結論からズバッと言います。2022年の今現在 YouTube を伸ばしたいなら動画を出さないと無理です。今動画必須です。今生放送だけ伸びてる人はマジでよっぽど特殊なケースのみです。例えば本人がもともと有名、すでに人気がある、ニッチな需要のあるジャンルの専門家、他にもあるかもしれないんだけど、本人が有名なケースはもうわかるじゃん。2個目のすでに人気がかなりある人たち、トップの VTuber さんとかは生放送してるだけで視聴者さんが勝手に切り抜いてくれたりとかして、切り抜きチャンネルができてたりとか、 Twitter に切り抜きが投稿されて、最近だとさ、切り抜かれた動画がバズってトレンド入りした VTuber さんがいるけど、ほらそれもさ、生放送がバズったわけじゃなくて切り抜きがバズってんのよ。3つ目のかなりニッチで需要のあるジャンルの専門家っていうのは、もちろん動画もあった方が伸びるんだけど、なくてもある程度伸びるのがこのちょっと特殊なケースだね。なんで生放送よりも動画なのかっていう理由を3つ挙げますね。1、YouTube ユーザーの可処分時間。2、YouTube の仕組み。3、クオリティの担保と伝わるもの。1の可処分時間って何かっていうと、自分の自由に使える時間のことを可処分時間。趣味に使ったりとか、友達と会ったりとか、要は処分できる時間。お仕事とかやらなきゃいけないこと以外の時間を可処分時間って言います。特にさ、バーチャル YouTuber の視聴者さんって推しが複数にいるケースが多いし、しかも大体その推したちが毎日配信してたり、数時間とか1日何回も配信したりとかする人いるじゃん。視聴者さんにも自分の生活があるよね。学校とか仕事とか家庭のこととか他の趣味とか、そう考えた時に当たり前なんだけど、全ての配信を追うことなんてまあ無理なわけっていうと、溜まっていくアーカイブを視聴する優先順位ってどんどん下がるじゃん。でも10分以内の動画だったらどうだろう。1日にそこそこの本数見れたりとか、週末にまとめてみるってこともできそうだよね。基本動画の方が見てもらえる率が高いんです。2つ目の YouTube の仕組みもそうだね。今さ、ちょっと YouTuber アカウントのトップページ開いてみてほしいんだけど、おすすめでバーって出てきてる中で生放送もしくは生放送のアーカイブっていくつ出てきた？相当確率低いと思うんだけど、普段からよく見てるチャンネルの生放送のアーカイブとかはおすすめにあるかもしれないんだけど、見たことないチャンネルの生放送とかそのアーカイブってそうそう出てこないのよ。たまに今バズってる配信とかニュース関連の生放送を見かける程度だと思うんだよね。 YouTube のおすすめに生放送って出てきにくいんだよね。ライブ配信中のそのリアルタイムだったらまだ出てきたりとかするんだけど、アーカイブってマジで出てこないの。 YouTube 使う時ってたまにゲームの攻略のために動画検索したり、好きな音楽の曲のタイトルで検索したりとか、検索機能を使いません？出てきた動画クリックするやつって動画ばっかじゃない？生放送のアーカイブクリックしなくない？ 3 時間の攻略動画とか出てきても困るじゃん有名な人でも生放送と動画両方やってる人のチャンネルで再生回数順に並べると、基本的に圧倒的に動画の方が再生回数が伸びてるのよ。動画が300万再生とか言ってる人も生放送のアーカイブだと10万とか20万ぐらいだったりすることが多い。3つ目、クオリティの担保と伝わるものって話なんです。例えば1時間2時間の生放送、数分だけだとめっちゃ面白いところもあるんだけど、逆につまんないというか、そこだけ見ても面白さが伝わらないってとこいっぱいあるでしょ。さらにさ、生放送のアーカイブクリックした時って最初の3分くらいって待機画面とかだったり、ほぼ挨拶でゆるっと始まったりすることが多いのよ。
だからたまたま見つけてくれた新規の視聴者さんがポチって押して3分くらい見て、あ、この人面白いなとか、もっと見てみようかなって思うような要素が最初の3分にあるかっていうとないのね。魅力が伝わりにくいって話なの。じゃあ逆に3分の動画だったらどうだろう。動画って音とかテロップ、エフェクトとか使って3分くらいなら結構見やすいと思うし、たとえその3分の動画の1分しか見なかったとしても結構その人の魅力が伝わるクオリティになってたりとかしないかな。あとはトークに自信のない人とかも編集で面白くなるようにカットして編集してってできたりもするから、トークのスキルとかに左右されずにクオリティの高いコンテンツを出していけるんですよ。前回の動画6、ファンを増やすで話してた一番大事な知ってもらうっていうことを考えた時に、生放送って圧倒的に不利だよね。動画と生放送いくつかの項目で比較してみました。おすすめのされやすさ、初見への魅力訴求度、ファンの満足度、労力ですね。私の独断と偏見で丸と三角つけてるんだけど、おすすめされやすさと初見への魅力訴求度ってのは先ほど説明した通り。残りの2つについて説明していくと、動画よりもリアルで反応が返ってくる生放送の方がすでにファンになってる人たちの満足度は高いと思わない？一番下の労力ってやつは裏でかかる時間のことだと思ってもらえれば OK かも。このさ VTuber 講師動画もさ、毎回10分程度の短い動画ではあるんだけど、作るのに私の作業だけで原稿書いて図とか表とか作って撮影してカットしていろんな素材集めて編集してってだけで 5,6 時間かかるんだよ。さらに所属先のスタッフに仕上げを依頼していて多分10時間近くかかってんじゃないかな。一方生放送はっていうと、極端な例を出すと雑談配信1時間やりますとかなら準備3分ぐらいで1時間雑談配信して配信閉めたらそれで終わりって感じじゃん。もちろん企画配信とかレクチャー系の配信だとある程度準備に時間かかるけど、それは動画だったとしても同じぐらいかかるよね。圧倒的に動画の方が手間がかかってるんだよ。だから VTuber は生放送だけって人が多いんだよね。無意識で生放送を選んでる人もいると思うんだけど、それが楽だから選んでるってケース結構あるんじゃない？ちゃんとジャンル特化して動画出してる人ってやっぱ伸びてんだよね。新しい人に知ってもらうっていう点で考えると動画が圧倒的な勝利を収めるんだよね。あ、ジャンル特化については丸5のコンテンツの特化の動画で説明してるよ。前回も出した私の YouTube コミュニティの投稿でこんなアンケート結果もあるのでちょっと見てほしい。もともと生放送しかしてなかった私バーチャル YouTuber ディスコテメテオの YouTube チャンネルで撮ったアンケート結果ってことを加味しても20分くらいまでの動画をよく見てる人の方が多いよね。これは一つ参考になるんじゃないかな。動画と生放送収益で考えたらどっちがいいの？ファンの満足度は生放送の方が高いんだとしたら収益は生放送の方がいいんじゃないのって思った人もいると思う。これね、今のそのチャンネルの状態によるんだよね。あ、そもそも動画と生放送ってビジネスモデルが違うのでそこから説明しておくね。動画と生放送、収益の中身と収益を発生させる人、お金を払っている人、規模、この4つについて表にしてみました。わかりやすいようにここには記載してないんだけど、 YouTube の場合は YouTube プレミアムっていう広告をパスしたりする YouTube の月額課金サービスっていうのがあるんだけど、それに加入してる視聴者の場合広告が出ません。私のツイートバズったことあるんだけど YouTube プレミアムに加入している視聴者さんが視聴してくれた時間に応じて収入が入ってくる形になってます。動画の場合収益の中身は広告収入がメインですよね。生放送の方には分かりやすいように広告収入入れてないんだけど、もちろん生放送の方でも広告収入は入ってきます。収益の中身は動画は広告収入だし生放送は投げ銭スパチャとかが多いよね。収益を発生させる人は動画の場合は動画を見た人すべて、もちろん生放送の広告収入も見た人すべてなんだけど、投げ銭の場合はほとんどがチャンネル登録者の中の一部の人しか投げないよね。お金を払ってる人は動画の場合は広告だから広告主さんが払ってて、生放送投げ銭の場合はファンが払ってる。規模で言うと広告収入は1件の金額は小さいんだけど数が多くなることが多いです。逆に投げ銭は1件の金額が数十円から
5万円みたいな振れ幅はあるんだけど、発生件数は少ないよね。広告収入ってだいたい普段の動画の再生回数とかからどれくらいの頻度でどういった動画を出したらだいたい月にいくらみたいなのが計算できるんだよね。逆に生放送の投げ銭は、例えば誕生日とかのお祝いとかだとスパチャがめっちゃ投げられて多くなったりとかするんだけど、配信によっては一件もスパチャが投げられないケースもあります。私も1回の配信で1ヶ月の生活費を稼ぐようなこともあれば、ゼロの時もある。かなり波がある。なかなか読めないんだよね。ここでの比較は YouTube の収益条件のもろもろをクリアした動画、生放送っていう前提は忘れないでほしい。過去動画でもちょっとその部分は触れてるよ。 YouTube の再生回数とか広告収益の話って結構複雑だったりとかするので、気になる人はご自身で調べてみてください。で、結局どっちが稼げるんすか？これはマジでね、チャンネルによるっていうか状況による。いろんな要素がこう複雑に絡み合ってて、ズバって答えられないんだよ。例えば再生回数が毎回20とかの人でも、5人の超絶応援してくれてるファンがいる生放送主体の人だったら、その5人が毎月5万円ずつスパチャ投げてくれてってなった場合、1ヶ月に25万円の YouTube 収益が上がるわけ。逆に10代に人気のあるコンテンツに特化しているゲームの攻略動画とか出してる人とか、ペットの癒し動画を出してる人とかだとしたら、スパチャ投げてくれる人ってあんまいないんだけど、チャンネル登録者が少なくても再生回数が数十万数百万とかっていく時があるの見たことない？そうなった時に1本の動画でかなりの広告収入が入ってくることになるよね。だからここでも目標とブランディング、そして客観視とかが必要なわけ。もう過去のシリーズ動画全部見て。今は生放送だけ、動画だけって人に加えて、生放送もやって動画を出すっていう第3の選択肢を取る YouTuber さんが増えてきてます。どっちがいいんだろうって思ってる人は、今の自分とこの先の理想の自分をきちんと見つめた上でどうするか選択していくのがいいと思います。ということで今回のまとめ。1、動画 vs 生放送は伸ばすことを考えたら動画が圧勝します。2、活動する側からすると生放送の方が楽。3、自分の状態に応じて生放送と動画を使いこなそう。ちょっと極端な話だけど、動画は新規ユーザーを捕まえるため、生放送はファン向けみたいな感じでざっくり捉えてもいいかも。ってなことで今回は以上。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の高評価、 YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。あなたへのおすすめはこちら。それではまたお会いしましょう。ディスコゼメデオでした。